皆さんこんにちは。今日はマーケットストリートツアーの最終回、青丸から赤丸まで歩いていきます。さて、いきなりですがここでクイズです。次の3つはすべてサンフランシスコで発明されたのですが、そのうちマーケットストリートで発明されたのはどれでしょう。1、テレビ。2、曲がるストロー。3、スロットマシーン。正解は3番のスロットマシーンです。チャールズ・フェイによってマーケットストリートの406番地で発明されました。それでは青丸のビルから見てみましょう。このワンブッシュプラザのビルは一見普通のオフィスビルのように見えますが、サンフランシスコにとってはとっても大切なビルなんです。さて、そのビルに近づいてみましょう。このビルはクラウン・ゼラーバークというサンフランシスコの小さな文房具屋さんから製紙業の大企業となった会社の本社ビルとして建てられました。第二次世界大戦後に建てられたサンフランシスコで最初の高層ビルであり、最初のインターナショナルスタイルのビルなんです。インターナショナルスタイルを簡単に言えば、今までギリシャ風とかフランス風とか中国風とか建物を見れば大体国が分かってたんですけれども、世界共通のパッと見国の分からない様式だと考えてもらえればいいかと思います。このビルの大きな特徴は、空調設備やエレベーターはビルの中に普通あるんですけれども、ここではこのようなものはすべて茶色のタワーの中に入れ込んでいる点です。このタワーなんですけれども、オーナーがイタリア文化の大ファンだったので、イタリアから船で運んできた500万個のタイルで覆われています。またこのビルはマーケットストリートに面しているものの、入り口はブッシュストリート側にあり、住所もブッシュストリート1番地になっています。これは建設当時マーケットストリートの治安が良くなく、その住所を使いたくなかったことが原因となっています。このビルは1ブロック丸々の土地を持っていますが、随分空いている部分があります。ベンチ一つもない不思議な空間なんですけれども、実は当初ここを大きな池にして日本から鯉を持ってきて放し飼いにしようという案がありました。しかも鯉のお腹を傷つけないように丸い石を敷き詰めました。本当はこの高層ビルが池の上に浮いているような感じにしたかったんです。ところがサンフランシスコ市当局より、そんなことしたら市民が鯉のつかみ取りをするから池を作るのをやめてくれということで、計画が中止になりました。この会社が発明したものは私たちの生活に浸透しており、例えば窓付き封筒や卵を入れる紙のケース、さらに折りたたみペーパータオルなどがあります。それでは黄色の丸の2つのビルを見てみましょう。ワンブッシュプラザの隣にあるのがサンフランシスコで最も細長い高層ビル、ハイネマンビルディングです。もともとネクタイやベルトを作っていたハイネマンさんが、自分が作っている商品のようなビルを建てたいということで、このような細長いビルを作ったのですが、今では間取りの悪さからあんまり入ってくれる会社のないビルになっています。そしてその右隣がシェル石油の西海岸本社ビルとして建てられたシェルビルディングになります。1929年の世界大恐慌の直前に完成したビルで、それから第二次世界大戦が終わるまでサンフランシスコにはこのような高層ビルは建てられませんでした。外壁をよく見ますと、地上から噴き出る石油が一番上で広がっている様子がデザインされています。それではビルの表面を見てみましょう。このビルの表面は上薬を塗った焼き物、テラコッタで覆われています。
1929年に完成した後でもすべての型が保存してありますので、どの部分が壊れてもすぐに修復ができるようになっています。第二次世界大戦を境に高層ビルがこのように近代化したことがよくわかります。それではピンク色のモニュメントを見てみましょう。そのモニュメントの前にこのようなプレートが飾られています。これはゴールドラッシュの時の海岸線を示したものです。水色の点線の右側は昔は海でその埋め立て地に建てられた黄色の矢印の58階建ての高級マンションのビルミレニアムタワーは基礎工事が不十分だったため傾いてしまい大騒ぎになりました。そしてこちらが機械工のモニュメントになります。ジェームズ・ドナヒューという人が父親のピーター・ドナヒューのために作った像で、最初は父親の銅像を建てようと考えたんですけれども、それはちょっと個人的すぎるかなということで、父親の職業の銅像を作らせました。このモニュメントでは鉄板に穴を開けようとしている5人の男性が表現されています。彫刻家は前回の動画のアドミッションデーモニュメントを作った耳の不自由だったダグラス・ティルデンになります。彼はこのモニュメントであまりにも筋肉隆々の男たちを表現したため、同性愛者ではないかという噂が立つほどでした。当時除幕式に参加したご婦人たちはお尻がむき出しになっていることに驚き、顔をあからめ、この5人の男性にズボンを履かせようという運動も起こりました。1906年の大地震の時にはこのモニュメントは残りましたが、それ以外のダウンタウンの建物はほとんど崩壊しました。地震の後はこのような惨状になっていました。それでは次は黄緑の2つのビルを見てみましょう。このビルなんですけれども、北カリフォルニアの人であれば避けて通れないパシフィックガス&エレクトリックというガス会社と電力会社が一緒になった会社のために作られたビルです。1925年に完成しました。ビルの入り口の上にはカリフォルニア州の旗にも入っているクマ、さらに水力発電に使っているダムが放水をしている様子が表現されています。先ほど出てきた窓付き封筒を世界で一番最初に使った会社がこちらの PG&E になります。さて、そしてそのお隣のビルはマトソンビルディングと言います。海運業のマトソン社のビルとして、お隣のビルとほぼ同じ時期に完成したビルになります。マトソン社は船でハワイへ物資を運んだりしていましたが、そのうち観光用の客船も出し、飛行機がなかった時代にハワイに行く人々が利用していました。また有名なロイヤルハワイアンというホテルを作ったのもこの会社でした。次はオレンジの丸の建物になります。サンフランシスコ連邦準備銀行です。日本人の皆さんには日本銀行のようなものですとお伝えすればいいかと思うんですけれども、全米に支店が12カ所あって、その12番目がサンフランシスコになります。英語ではフェデラルリザーブと言いますので FR のイニシャルが入っています。皆さんが1ドル札なんか見て12番と入っていたら、この紙幣はサンフランシスコ用に準備されたものとわかります。また皆さんはアメリカの紙幣には国旗の色の赤と青の細かい繊維が入っていることをご存知でしたでしょうか。両側に歴史的な建物があるため、この新しい建物はマーケットストリートからちょっと奥に入ったところに建てられています。建物の前には何気なく花壇のように作ってありますが、実は爆弾を積んだトラックなどが突っ込んでこないようにテロ対策のものなんです。次は水色のハヤットリージェンシーホテルの中をちょっと見てみましょう。
このホテルは何といっても吹き抜けが素晴らしいホテルです。メル・ブルックスのコメディ映画新サイコハイアングザイエティにも出てきたところです。次の紫の丸の部分はサザンパシフィックカンパニーの本社だった建物で、アメリカ大陸横断鉄道の西半分を作った会社です。鉄道で大金持ちになった有名なスタンフォード、ホプキンス、ハンティントン、クロッカーなどが持っていた会社でした。彼らは北カリフォルニアの鉄道やフェリーを買い占めて独占企業となり、好きなように値段を釣り上げました。当時はサンフランシスコから同じ州のフレズノへ物を送るよりロンドンに送った方が安くついたと言われています。さて、マーケットストリートの端までやってきました。ここでくるっと後ろを見てみてください。フェリービルディングが見えます。でも時計台を見ますと正面を向いていなくて微妙にずれていることがお分かりになるかと思います。これは建物をデザインした A ページ・ブラウンという人がコマーシャルストリートに住んでいて、自分の通りから時計台を見たかったのでずらしたと言われています。白い部分がフェリービルディングになりますので行ってみましょう。このフェリービルディングなんですけれども、ベイブリッジやゴールデンゲートブリッジができる前はフェリーに乗る人々でごった返して、当時はロンドンの駅に続いて世界で2番目に最も混雑する場所として知られていました。この階段を上がっていきますと、2階にはカリフォルニアの州の紋章の美しいモザイクを見ることができます。フェリービルの中はマーケットになっていて、ウィンドウショッピングをするだけでも楽しい場所です。オリーブオイル屋さんがあったり、お土産に適したものが買えるヴィレッジマーケット、それからいつもキノコを買うキノコ屋さんなんかもあります。地元生まれのダンデライオンチョコレートやブルーボトルコーヒー、それから反対側にあるのが変わった味のアイスクリームが食べられるということで、いつも大人気のハンフリー・スロコムです。個人的にはやはり自分は日本人なので、日本のお惣菜が食べられるデリカさんにいつもお世話になってます。で、皆さんにぜひ行ってもらいたいところがあるんですけれども、こういうふうにフェリービルディングを出まして反対側に出たら、こういうふうに上に上がる階段がありますので、その階段を上がってみてください。ここは自分がやっていたマーケットストリートのウォーキングツアーの最終地点になります。で、この階段を上りきりますと、フェリービルディングをちょっと高い位置から眺めることができます。で、このように行き止まりのところに向かって歩いていきまして、で、振り返りますと、このようにポート・オブ・サンフランシスコ、サンフランシスコの港っていう文字とフェリービルディング、それからトランスアメリカピラミッド、さらにコイトタワーも見ることができます。そして対岸のトレジャーアイランドにある白い建物はインディアナ・ジョーンズの3作目最後の聖戦のベルリンの空港として使われた建物になります。ちなみに高速鉄道のバートはこの黒い部分から海底に入っていきます。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さよなら。